私の名は福島豊。福島県立古新館高等学校に通う高校生だ。文化祭の実行委員長を拝命した私は、未だかつてないような文化祭を作り上げるため、県内各地を歩いては情報収集に当たっている。伊達市でおにぎりをいただいた後、食後のデザートを探しさまよっていたら、とうとう郡山まで来てしまった。あれは大好きな豆大福発見。こんな住宅街にお店があるとは。運命を感じる出会いだ。お願いします。いらっしゃいませ。すみません。豆大福を一つください。大福一つですね。はい、ありがとうございます。お、柔らかい豆大福いただきます。想像以上のもちもちふわふわ食感。豆の塩加減と粒あんの優しい甘さ、しみるなあ。あれ、気づいたら食べ終わってた。よし、おかわりしよう。いらっしゃいませ。すみません。あまりにも美味しかったんで、豆大福もう一個ください。もう一つですね。はい、ありがとうございます。すみません。私通りすがりの高校生なんですけども、この欅の臼と杵で丹念につきましたっていうのはどういうことなんですか？奥に見える臼と杵があるんですが、あれで毎朝、あれですか？2人でついてるんです。ここでですか？はい。毎日やってます。毎日お餅をついてらっしゃるんですか？ついてます。どのぐらいの時間つくんですか？大体10分から15分ぐらいそんなものでできるんですか？できます。そうすると美味しくできるので、そうなんですか。やっぱり自分が求めてる餅を作るのには何がいいかなと思ったら、あれにたどり着いたんです。欅の臼にたどり着いた。あれはこの近所で作ってらっしゃる？近くの工房があるんですが、田村の方か。そこで作ってます。そうですか。たまたま本当にあってよかったんです。ちょっと行ってみたいと思います。その前にこれ1個追加でいただいてよろしいですか？ぜひ。ありがとうございます。ここか。ごめんください。はい。どうもすみません。はい、どうもこんにちは。私、福島県立古新館高等学校の、文化祭実行委員長をしております、福島豊と申します。豊さん。福島県の産業とか文化とかそういうものを一堂に会する文化祭を、ぜひとも開きたくて、それで福島県内のいろんなところを巡ってるんですけども、武田さんのところでですね、臼と杵のことをちょっとお伺いしまして。市川と申します。市川さん。ここで臼と杵を作ってらっしゃるんですか？そうです。欅の丸太をくり抜いて。入るところに何か木が干してあったのはそうです。ためのものですか？あれが臼になる欅の丸太です。ちょっとじゃあ見学させていただいてもいいですか？今ちょうど臼削ってるとこなんで、どうぞもしよかったら。じゃあお邪魔いたします。どうぞ。
これで臼を作るんですか？はい、そうです。これ大体樹齢200年の欅なんですけども、 200年、はい、今ちょうどこれからやる作業は臼のこう外側になるところを削っていきますので、ははい、おはい、それ欅であるやっぱり理由っていうのがあるんですか？そうですね。欅っていうのはまず大きくなるっていうことと、あと硬くて耐久性があって粘りがあってもう臼には最適なんですね。はい、昔からもう欅です。はい、これが臼の仕上がりの大きさなんです。今全体的に5センチぐらいをこうはい削っていった感じですか？そうです。はい。はあ、すごいですね。いい匂いがするんですよ。あ、そうですか。欅欅のですね。欅の匂いですか、これ。はい。これおがくずというにはなんかもうこれだけで何かちょっと美味しいなんかソースかなんかかけるとなんか食べられそうな。あ、すごい。これが欅の香り。そうですね。臼っていうのは基本的に欅って考えていいんですか？それ以外のものもある？地方によっては今まで松の臼も見たことあるんですが、松でこんな大きいのですか？はいはい、ただほとんど欅ですね。へえ。次刃物変えて今度一番真剣が使うこう臼の穴の中ですね。肝ですね。はい。どうやって開けていくんだろう。刃物をですね、こう2、3種類変えながら。2、3種類変えながら。はい。昔はドリルみたいな刃物でやってたんですけど、今はカンナバ。へえ。そっか、昔は機械じゃないから手で作ったりもしてたんですか？そうですそうです。はい。真ん中から行くんですね。そうです。真ん中からだんだん広がってきます。木もですね、中は傷んでたりとか傷があったりとかシミがあったりするんですけども、だからその大きくて年数経ってる木を使うっていうのはなかなか難しくて、臼に向いてる木を探すだけで大変なんです、ね。あ、そうなんですか。はい。ほとんど木材市場で買い付けるんですが、本当に極端な話100本丸太があっても1本あるかないかぐらいです。そんなにレアなんですか？そうなんです。その削る部分というか削り方によって木くずの形も違うんですね。はい。ウェット。こっちはね乾燥してるんだけど、これ結構湿り気がまだあります。中はやっぱりどうしても半生状態ですね。美味しそうじゃない？なんか。大体これって何年ぐらい持つ？耐久性としては。耐久性としては、上手に管理して、時々メンテナンスすればもう50年100年は使えると思いますし。あ、そうですか。武田さんって和の菓子武田さんってうちの臼使ってるんですが、もう20年ぐらい毎日餅つきしても、やっぱり4、5年に1回メンテナンスすれば、まだまだ使えるっていう。メンテナンスってのはどういうことをするんですか？どうしても打つと穴の中がこうなんですかぶつかるんで、そういったところをこうまた滑らかに削り直す。一回削り直すんです。はい。だから直すたびに穴が少しずつ大きくなってくるんです。はい。これが完成した臼っていう。そうですね。先ほどまで手作業でやったのがここまでで、表面に外側だけ塗装して完成品です。はい。これが100キロで。100キロ以上ありますね。100キロ以上。はい。でよく見るとこれ一個一個大きさ全然違うんですね。そうですね。
お餅を入れる量がやっぱりお客さんによって違うので、いろんなサイズ作っとかないと。これ見てるとなんか餅つきやりたくなってきたんですけど、はい、文化祭で餅つき大会なんかやることができたりするんでしょうか？お貸ししますので。あ、そうですか。はい、やってみてください。ただ、はい、僕たち餅をついたことがないんで、はい、ちょっとノウハウがわからないんですけども。じゃあちょっとこれから餅つきしますんで、教えていただけますか？はい、ぜひ。ということで準備万端でございます。餅つきを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もしかして奥様でいらっしゃる？はい。あ、そうですか。奥様、下準備っていうのはどういうのがあるんですか？ですね、はい、お餅を米をもち米をこのせいろの中で、はい、蒸しまして、はい、それからこっちに移して、餅をついて。ですもうっすら湯気が出てますけど、温めとかないと、こう最初潰すんですけども、その時潰れないんですよ。でお餅にならないので、はい、温めておきます。蓋取って。蓋取って。はい。これまだ入れちゃダメ？一旦こっち置きます。あら、お芋が出てきた。お芋が見えちゃった。大きい芋が4つあります。あ、ここのお芋使うんですか？はい。これでいい？ちょっとだけ機能を温めてそれから使います。すみませんね、もう。これ全部ドキュメンタリーで収めておりますので。喧嘩だけはなさらないですよ。喧嘩してても餅つきすると忘れてもくっついちゃうんだもんね。おお、もち米が蒸し上がりました。いい匂い。めちゃめちゃいい匂い。なんか手伝いましょうか。大丈夫です。最初こう回りながら、はい、こう潰していきます。潰していく。はい。これよいしょ。よいしょ。よいしょ。戻す感じ。はい。よいしょ。そろそろついてみます。お。よいしょ。ちょっとドキドキします。はい。絶対にこう対面じゃやってダメなんですよ。はい。頭叩かれます。そうそう。並んでやんなくて。並んでやる。喧嘩してても並んでやる。ね、本当最初どうなるかと思いましたけど、今もう一心同体ですもんね。福島も参加してよろしいんですか。あ、はいはい。どうすればいいですか。はい。自分でよいしょって。よいしょ。はい。どうぞ。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ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 。なんかもう教えることない感じで。そうですか。いや、10代の僕にもちょっと答えますね。腰大丈夫ですよ。僕は平成20年生まれのまだ若干17歳なんで、市川さんみたいな先輩に負けるもんか。よいしょ。もちもちしてきた。もちもちしてきた。もう大丈夫ですか。ありがとうございます。明日も明後日もあるからね。わあ、伸びる伸びる。すげえ。っていうかめちゃくちゃうまそうじゃないこれもう。食べますか。食べたい。いいですかこれ。いいですよ。はい。よ。熱いですよ。いただきます。熱っ。実はすごい熱い。餅です。うん。美味しい。俺何年ぶりかな、つきたて。そんな高校生だからそんな。
前世の記憶じゃないかなと思うんだけど、つきたての餅食べるのって本当に久しぶりな感じがします。先ほど出来上がりました餅をせい餅というなんか初めて聞いた名前なんですけども、田村市の郷土料理で10年、あとくるみとかを使うんですけども、我が家ではピーナッツと豆腐であえたものです。ピーナッツと豆腐であえたお餅、初めてです。いただきます。ピーナッツですね。甘じょっぱ系。香りはほらピーナッツバターみたいなちょっと洋風な、お餅と合わせるとなんかね、これはこれでね、おかずっていうか本当に腹の足しになるようなお餅の料理として成立してます。あんこはちょっと甘くて、そっちはちょっと甘じょっぱいんで、やっぱり交互に食べると。もう今年仕事したくないね。仕事じゃない。いやもう僕ら学業が仕事のうちだから、もうこの勢いでね、文化祭がみんなでちょっと美味しい餅をついて、いろんな食べ方に挑戦したいと思います。ぜひご協力お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。臼は持ち上げられないので転がして運ぶのが原則。年内に古新館高校までたどり着けるだろうか。福島